皆さんこんにちは、シンです。今私はですね、日本に帰ってきております。で、今回日本に帰ってきてるので、僕もともとその社会性のあるトピックスは好きなので、別にイギリスに特化したチャンネル作りをしようとしてるわけではないんですけれども、日本のトピックスを回る時間っていうのが正直なくてですね、今回日本からこのイギリスのトピックスについてちょっと動画を発信していきたいなというふうに思っております。で、なぜこの移民に対してフォーカスしたいのかというと、一部クリエイターさんの中では、その文化が違う、または、肌の色が違うっていうので、その人は移民っていう風に片付けちゃってる、方々がいるんですよね。で、それはちょっと僕からすると違うなというふうに思っていて、仮にムスリムの方であろうが、ヒンドゥーの方であろうが、肌の色が違かったとしても、そのイギリスで生まれている、そしてイギリスで育っている人は僕からすると移民じゃないんですよね。イギリス人なんですよね。なのでそういうところでの、私の見解っていうのをちょっと今回皆さんに、お届けしたいなというふうに思っております。で、ここでちょっと重要なのが、今回は移民の話をさせてもらうんですけれども、次回は、難民のところの、お話をしたいなと思っています。移民と難民ってちょっとややこしくて、難民っておそらく移民の部類に入るんですけれども、今回は難民を含まない移民っていうところのお話をしていきたいなと思っていて、結構ボリューミーな話になるんですよね。なので、一応今回移民と難民の動画っていうのは分けてですね、難民の方が多分もう少し軽めなんじゃないかなというふうに思うので、今回は移民っていうところにフォーカスしたいなと思います。で、ちょっと本題入る前にですね、この場をお借りしてですね、これまで私の動画に対して、コメントだったり、ご指摘してくださった皆様にですね、ちょっとお礼を申し上げたいなというふうに思っております。ありがとうございます。これはですね、私もなるべく客観性のあることを、お伝えしたいんですけれども、もちろんその視聴者さんの中には私よりもずっと大先輩の、イギリスの、ところに関しての大先輩っていうのも、たくさんいるだろうし、皆さんからいただくコメントだったりご指摘っていうのは、真摯に受け止めていますし、それを取り入れてですね、より良い動画っていうのを今後も、作っていきたいなというふうに思っております。で、前置きちょっと長くなってしまったんですけれども、ちょっと本題に入りたいなというふうに思っていて、私の背景こんな感じなんで、これ見ててもしょうがないと思うので、ちょっと過去の素材とかを使って動画を編集しますので、ポッドキャスト形式で、ちょっとご視聴いただければいいなというふうに思っております。ということで早速ちょっと本題、いきたいなと思います。ではまずですね、イギリスに移民がどれだけいるのかっていうところからですね、簡単にご紹介したいなと思います。2024年までのデータなんですけれども、イギリスには現在1000万人の移民がいるっていうふうに言われています。この1000万人はですね、不法移民のデータっていうのは入ってないので、不法移民のデータはちょっとなかなか見つからなかったんですけれども、推定で75万人前後の不法移民がいるっていうふうに言われています。なので、この数値を合算して死者誤入した場合、だいたい1100万人の移民がいるんじゃないかっていうところで、これ人口の16%が移民っていう計算になるんですよね。なので、6人に1人が移民というふうに考えられるんじゃないかなと思います。で、グローバルで見たらですね、これって、結構高い数字だと思うんですけれども、上には上というのがいてですね、スウェーデンとかは20%近く、つまり5人に1人が移民っていう風になっております。で、ちょっと先に言っておきますが、こちらの移民のデータというのは難民のデータは入れておりません。なので、あくまでも移民のお話になります。で、このデータを見るとですね、2022年以降に移民の数が一気に倍になるんですよね。で、何が起こったのかっていうのを見ていきたいんですけれども、まずブレグジットっていうのが起こりました。で、EU とはですね、イミグレのルールっていうのが変わったので、EU からの移民に多少規制はかかったっていうふうに言われてるんですけれども、イギリスが独自でこの移民に対してのルールを設けたことにより、非 EU からの移民が大きくやってくることとなったみたいです。具体的に言うとですね、その規制っていうのが少し緩くなって、この移民に対して、ある程度寛容的になったっていうふうに言われているみたいです。
そしてね、もともとイギリスの植民地であった香港人向けのビザというのも発行されてですね、そこでも多くの香港の方々が、イギリスに来ることとなったようです。ではなぜそもそもこの移民がイギリスに多いのかっていうところを見ていきたいんですけれども、近代史で見ていったときにイギリスは大量の移民を受け入れた最初のデータとして残っているのが1840年代のお話になるんですよね。で、その時は、お隣アイルランドからの移民っていう風になっていて、アイルランドはジャガイモ飢饉っていうのが発生していたようで、全然ご飯とかがなくて、餓死する人がいっぱい出ていました。そこで大量のアイルランド人が、イギリスに来ることとなりましたと。で、もちろんね、その移民の行き先っていうのはイギリスだけじゃなくて、アメリカだったり、カナダにもアイルランド人っていうのは、流れていったようです。そしてその次、言われているのが、1800年代を通してですね、フランスだったりドイツだったりイタリアといった国々からの移民というのも結構やっぱりあったそうで、その移民してきた多くの人たちっていうのはよりいい生活を求めてというよりかはですね、訳ありの中間層だったり、いわゆるその政治逃亡者がメインだったらしいんですよね。なので、その知識層、知識人の方々が、これらの国から移民としてイギリスに渡ってきたようです。その次の波というのが、ユダヤ人の方々なんですけれども、1880年代からですね、第一次世界大戦までに大量にイギリスに押し寄せてくるっていうふうに言われています。当時ですね、ロシア帝国、そしてポーランドあたりではですね、ポグロムというのが起こっていて、僕はあまり詳しくないんですけれども、ユダヤ人に対しての迫害の一種で、暴力だったり、殺戮っていうのが起こっていて、それから逃れるためにイギリスに来ていたようです。なので20世紀初めにはイギリスという国はイギリスの先住民でもあるアングロサクソン人の国じゃなくなり始めることとなるんですよね。でもちろんその人種的な意味でいくと、白人っていうくくりをしてしまえば、ある意味私、東洋人からすると、一緒ではあるんですけれども、一応移民っていう考え方でいくと、その20世紀初めからっていう風になっています。で、当時あまりにもユダヤ人の移民というのが多くてですね、1905年に外国人法というのができるんですけれども、この法律を端折って言うと、いわゆるその自立ができない、または何かしらの犯罪歴がある、望ましくない方々をその移民として、排除しようとする法律があったみたいなんですよね。なので、これは、当時もう完全にこのユダヤ人に対しての規制を設けるものになっていたんですけれども、この法律は、このイギリスで最初の移民または入国管理をする措置っていう風になっていて、ここのタイミングでですね、政府がこの移民をコントロールし始めていたそうです。で、やっぱりこの移民を語る上で触れなきゃいけないのが、ウィンドラッシュ世代の移民です。これは以前の動画でも簡単に触れたんですけれども、第二次世界大戦後、イギリスの労働力っていうのが間に合ってなかったそうなんですよね。なので、労働者が必要でしたと。で、より良い生活環境を求めて、海外にいた人たちは自国を出て、生活をしたいっていう人がいっぱいいましたと。というこの2つの点がつながりですね、イギリスはコモンウェルス、いわゆるイギリス連邦の国々からですね、50万人以上の移民を受け入れたっていうようなお話があります。なので違う人種という意味では、この60年代、70年代、大量に入国してきた方々により、イギリスの中のこの人種っていうのがここでミックスし始めるっていうふうに考えてもいいんじゃないかなというふうに僕は思っております。なので今日街で見かけるアングロサクソン、イギリスの先住民じゃない方々なんですけど、イギリス生まれ、イギリス育ちのイギリス人というのは、おそらくウィンドラッシュ世代の第2世代だったり、第3世代にあたる方々っていうふうに理解してもいいんじゃないかなというふうに思います。で、ちょっと余計なお話なのかもしれないんですけれども、このウィンドラッシュ世代の名前の由来としてはですね、最初にイギリスに到着した移民を運んだエンパイア・ウィンドラッシュ号にちなんで名付けられたそうなんですよね。で、少し極端な捉え方かもしれませんけれども、アメリカ人イコール先住民のインディアン人っていうふうに見ていないのと一緒で、イギリスに生まれてイギリスに育っている方であれば、私からしたらもうイギリス人っていうふうに見ています。で、私が理解するこの移民の厳密な定義っ
っていうのは、自発的に自分の国を出て他の国に移住または定住した人たちであり、簡単に言うと生まれた国と住んでる国が違う人たちであって、その人たちの子供ではないんですよね。なので前中国人繊維の子供たちの動画を上げたんですけれども、リバプールに生まれ育った中華系の人がそれなりにいるんですよね。なんですけど、その人たちの多くは中国のルーツというのは消えてるので、中国に帰りたくても帰れないっていうような状態で、仮にその人たちに、あなたは肌の色、宗教が違うから移民だから出てってくれやっていうふうに言われたところで、その人たちってもう行き場がないんですよね。そしてイギリスの文化、生活しか知らない彼らからすると、海外に行ったところで、豊かに生活できるのかって言われたら多分厳しいと思うんですよね。もちろんその多くの、この中国人繊維の子供っていうのは母親がイギリス人だっていうので、対等に比較できるものではないと思うんですけれども、これを思い出してちょっと共有させてもらいました。そして私事で恐縮なんですけれども、10年ぐらい前にブラジルに行く機会があって、その時にですね、街中の日系人がちらほらいた状態で何人かと交流する機会があったんですよね。で、その人たちはもう日本語が片言っていうような状態でしたし、日本に行ったこともなければ移住するつもりもない人たちが結構メインだったんですよね。なので彼らからするともうブラジルっていう国しか知らないので、自分は当然ブラジル人っていうふうに認識、されているような状態で、私は、日本人じゃなくてブラジル人っていうふうに考えているので、そういう考え方をすると、確かに彼らをじゃあ移民として見るのかっていうとちょっと違う気はします。で、ちょっと脱線してしまったんですけれどもね、このウィンドラッシュ世代によってですね、このイギリスの移民っていうところにおいての転換点が、ここなんじゃないかなというふうに僕は見ております。で、ここで移民と難民の違いを、明確にしておきたいんですけれども、僕の中でその移民と難民の違いっていうのは生活補助を受けられるかどうかです。私の理解が正しければ、間違っている可能性もあるんですけれども、今現在イギリスにいる移民の生活補助って結構限られてるんですよね。で、それに加えて移民の場合は就労ビザだったり、家族ビザだったり、いろいろビザの種類があるかと思うんですけれども、それをまず、発行してもらってからイギリスに来てねっていう状態なんですよね。なので住まいも自分で何とかしろっていうような状態なんですけれども、難民の場合はですね、認定が通った難民というのは、イギリス人同様の生活保護っていうのを受けられるし、自由に仕事ができたりするはずなんですよね。なのでそういう意味でいくと、手厚い保護を受けられるっていうのが、難民だと思っていて、移民はそこまで、手厚い保護は受けられないと理解しております。で、さっきもちょっと言ったんですけれども、難民っていうのはある意味移民の定義に入るので、それはそれでややこしいんですけれども、この動画を通してですね、移民っていう時は基本難民は含まないというふうにご理解ください。そして去年サウスポートで起こった、暴力事件というか暴動事件も記憶に新しいんですけれども、あれはフェイクニュースが一気に拡散して右寄りの人たちがですね、この不法移民、難民に対して、不満をぶつけたデモなんですよね。で、彼らの言い分からすると、現地人の仕事を奪っているだったり、犯罪ばっか起こしてるみたいな、理由でですね、この不法の方含めて、移民、難民に対してのデモが、暴動化したようなものとなっております。で、もしターゲットが不法移民、難民に対しての非難なのであれば、僕はその考えには賛成です。難民であればもう少し寛容的にはなれるんですけれども、その結局不法っていう時点で、特に移民の場合は、やっぱかばえにくいんですよね。なので、不法は不法っていうところはちょっと住み分けは僕の中ではできています。で、当時外国人への差別っていうのも起こっていたみたいで、ニュースで何度も流れていたのは、そのフィリピン人かなんかの人たちへの危害を加えるっていうようなものがあってですね、被害者のフィリピン人は NHS で働いてたそうなんですよね。なのでイギリスのために、ましてや医療現場で働いているのに、イギリス人から攻撃を食らうっていうのはちょっととばっちりだとしか思えないんですよね。それに追い打ちをかけるように、この移民のせいで、住宅の価格が上がって生活できひんっていうようなことを言ってる人も、いるんですよね。というか、現にいました。
で、僕それ言われた時に、返したのが、いや、その言い分はわかるんやけど、現に物件の価格が上がってるっていうことは、あなた一個人が損していても、同じくイギリス人の可能性が、ある大家さんは儲かってるやんって言ったんですよね。なので、借家にずっと住んでる人が生活費に困って全部移民のせいで自分の生活が困窮してるって言ったとしても、私含め多くの移民が税金を払ってるわけで、今の僕把握している情報だとちょっとこの考え方には賛同、しにくいなというふうに思っております。そしてサウスポートのこの暴動のお話に戻るんですけれども、当時難民に反対していた方々に対抗する形で、左寄りの人たち、いわゆるその移民難民を賛成する方々がデモをし始めたんですよね。で、ロンドンとかで結構大規模なデモがあったんですけれども、この2つのグループというのが衝突する場面とかもありですね、絶対数で言うと、その移民難民賛成の方々が多かったこと、そして暴動を起こした、特にその反移民、反難民派の方々への訴追、逮捕っていうのが始まってですね、結構すぐにその反対派のデモの勢いっていうのがなくなっていき、そこで一連のデモっていうのは、一旦は終了します。じゃあこれはつまり生粋のイギリス人も大多数の人たちが移民に対して寛容的なのかっていうと、それはそれでちゃうと思うんですよね。結局その大規模なデモというのは当時ロンドンで行われていたんですけれども、ロンドンって生粋のイギリス人、いわゆるそのアングロサクソンの割合って4割切ってるので、それだけロンドンって多様性がある街になってるから、ロンドンで移民反対を掲げる集団が現れようもんなら、有色人種は基本賛成派に流れるので、その時点で勝負ってある意味ついちゃってるんじゃないかなというふうに思うんですよね。なのでイギリス全土で見たときにより多くのイギリス人、ましてやアングロサクソンの人たちが難民に対して寛容的かと問われると、ちょっと僕はまだ少し、そこは疑問が残る気がします。では次になぜイギリスに移民が今日多いのかっていうところをカバーしたいんですけれども、労働者が多く占めていて、次に学生、そしてそこから一気に下がって、家族とかが原因で移民をしているよっていう方々がいるんですよね。で、ここはね、まずちょっと仕事の、いわゆるその労働っていう目的でイギリスに来た移民にフォーカスしたいんですけれども、少なくともイギリスでは職種と国籍っていうのがある程度こうカテゴライズされていてですね、簡単にご紹介すると、東欧人の人たち、ポーランドだったり、ブルガリアだったり、ルーマニアの方々っていうのは、肉体的な労働、例えば引っ越しだったり、工事現場で働いているケースが多いみたいです。そしてインド系の方々は、医療の現場だったり IT 関係、金融関係で目立っていて、最後にアフリカ系、特にナイジェリアとガーナの方々というのは、看護師、あとは介護の現場で多くいるみたいです。そしてさっきも触れた、このフィリピン人も、看護師、あとはメイドの関係で、こっちに来て、こっちというかイギリスに来て、仕事をしているような状況です。で、ここで何が言いたいのかというと、不法移民じゃない前提ですけど、この人たちの中で税金を払っている人は多くいると思うんですよね。で、その上、職種を見る限り、IT 関係はちょっと微妙なんですけれども、その他の、職業というのは、ある意味社会的なインフラに不可欠な職種だと思うんですよね。なので、移民がもたらす影響って、ネガティブな面はもちろん、あると思うんですけれども、こういったポジティブな面っていうのもあると思います。そして留学で、イギリスに来ている、学生さんについてはですね、税金払ってないんですけれども、ただ、これは仕事もそうだし、学生もそうですけど、このイギリス国内で生活をしていく上でですね、食事だったりお買い物だったり、地元に、お金を落としているはずなので、そうすると、そのある程度地元経済には貢献してるんじゃないかなというふうには思います。厳密にはね、その留学生というのは、留学終了してから、最大2年、イギリスで暮らす権利はあると思うんですけれども、その後確かビザ切れしちゃうんですよね。なのでそのビザが切れた状態で、ずっとイギリスに暮らしている人たちももちろんいて、これがまさに不法移民の、一つのパターンっていう理解をしております。で、以前このレクサムの動画を出したんですけれども、レクサムを訪れた時にですね、もう街の中心にいろんな国々の学生さんがいたんですよね。で、その時、現地の方からもお話聞いたんですけれども、学生が増えたよね、みたいなことは言ってて、で、ダイレクトではないんですけれども、ある程度の恩恵は、この、外国人の学生から受けているっていうような捉え方をしてもおかしくない発言はされてたんですよね。
でもちろん学生さんはこれだけ増えることによって、特に学生寮に入らずにですね、一般で部屋を借りる方々っていうのも当然いて、その人たちはこの住宅価格の高騰にある程度影響を及ぼしている気もするんですけれども、イギリス全土で学生が40万弱いるという数字があって、このイギリスの人口の 1% にも及ばない計算になるので、俯瞰的に見たら彼らが影響して、住宅価格が上がるって言っても、微々たるものだと僕は理解してます。で、僕自身今イギリスに移民として暮らしているわけであって、お邪魔をさせている代わりにですね、ちゃんと地元経済に貢献したり、税金を支払ったり、可能な限りこの国に迷惑をかけないように、生活はしているつもりです。で、私もそこはナイーブじゃないので、さっきの、お前らのせいで家賃が高くなっちまったみたいなことを言ってる人もいるようにですね、私みたいな方がですね、イギリスに行って、一部人たちだとは思うんですけれども、その人たちの生活を、困窮化させていっている事実も、あるんじゃないかなというふうに思います。次はですね、この移民の課題のところを少しカバーしていきたいんですけれども、ニュースとかでね、不法移民、難民が悪さした時に、それがわーっと拡散して、移民はもうこの国から出ていけ、みたいなコメントをたまに見かけるんですけれども、SNS の特性上、一つの動画が拡散すると、それと似たようなコンテンツというのがどんどん配信される形になるので、一つ錯覚に陥りやすいケースだというふうに思ってるんですよね。で、何も悪いことをしていない、移民に対しての非難っていうのも、どうしてもコメントとしてあるような気はします。で、確かサウスポートの事件の2、3ヶ月後かのお話だと思うんですけれども、僕の知り合いでアラブ系の方がね、街中で赤ちゃん連れて歩いていたところ、急にイギリス人の男性から、自国に帰れみたいな、ことをね、罵られてそうなんですよね。で、その方はですね、イギリスで生まれ育っていて、ちゃんと仕事もして、税金を納めて、生活保護をもらってるわけでもないので、その人からすると、そういったコメントを言われると、ちょっとね、痛いなというふうに思ってるんじゃないかなと思います。なので、移民がどうのこうのというより、もう人種差別のレベルに入っちゃってると思うんですよね。で、僕自身イギリスに初めて来たのって2009年とかなんで、その時は旅行で来てたんですけれども、イングランドの北部とロンドンを回って、幸い何も差別的なことはされなかったんですよね。なので初めてそのイギリスに来た時に、何の差別も受けてこなかったことをある意味新鮮に感じてですね、こんなとこがあるんやって思っていましたと。で、ちなみにですね、この2009年のイギリス旅行の次にですね、スペイン回ったんですよね。で、そこでは何度か、軽い感じの差別っていうのは体験していて、その体験があったからなおさら、イギリスってめっちゃ寛容的やんって思ったんですよね。でも、今はやっぱちょっと違うように、見えてしまいます。で、SNS とか、いろいろなニュースが入ってくるような時代にはなっているので、今までその影に隠れていた事実っていうのが明るみに出ただけかもしれません。そこはもう私がナイーブである可能性も、大いにあります。で、たまにですけど、この移民全体だったり人種に対しての差別的なコメントがあった時にですね、その返信に、こういったコメントをよく見かけます。どういったコメントかというと、いや、あんたたちがうちの祖国を勝手に占領して国内の政治に干渉したからここにいるんやけど、うちらだけ利用しといて、それはないんちゃうっていうようなコメントを見るんですよね。で、そういう意見もあるんやって思って、いや結局ね、その刺激って言っちゃうと語弊があるんですけど、香港の方々とかがまさにいい例だと思っていて、中国がいいかどうかは別として、アヘン戦争でね、イギリスが干渉していなければ、このイギリスにこれだけ香港人は今日いるのかって言われたら多分いないと思うんですよね。で、ジャマイカとかもすごくいい例だと思うんですけど、あそこは当時イギリス帝国がもろに干渉した国で、1600年代、スペインからその大英帝国が当時権を奪ったような状態で、当時労働力が足りなくてね、アフリカ、確かエチオピアかどっかだと思うんですけれども、アフリカから奴隷としていろんな人をジャマイカに連れて行ったんですよね。そして第二次世界大戦では、戦勝国ではあったものの、国内の経済がガタガタになっちゃって、もう国際的な立場弱まってしまってですね、この国連などからプレッシャーっていうのを受けて最終的にジャマイカを手放す結果になったんですよね。
で、その結果、国内の情勢もガタガタになっちゃって、ウィンドラッシュを対等とした移民の受け入れの動きが出ると、多くのジャマイカ人っていうのは国を捨てて、投影することとなります。で、それでもってね、その子供たちが今日宗教が違うとか肌の色が違うっていうので差別を受けると、さっきご紹介したような、対抗するコメントはそりゃそうなるわってなっちゃうんですよね。だって移民する決断をしたのは親であって子供たちではないので、そのイギリスで生まれ育っている中で出ていけとか帰れとかって言われても、その人たちからすると、じゃあどこにっていう話になってくるんじゃないかなって思うんですよね。移民と人種というのが複雑に絡んでいるように、すごく思えてくるんですよね。そしてここでクリアにしておく必要はあるんじゃないかなと思うんですけれども、別に移民難民を擁護するつもりは全くなくて、その社会に溶け込めていないっていう指摘をする人がいるんですよね。で、これはよくその移民を語る方々で共通して触れる話題だと思うんですけれども、例えばイギリスに住んでるけど英語が全く話せませんとかはやっぱ少しまずいと思うんです。話せないのは話さないようにしているのか、それともそもそも勉強できる機会がないのかにもよると思うんですけど、ただね、いずれにしても事情はあるにせよ20年もこっちに住んでて話せないってなると、やっぱ擁護しにくくなっちゃうんじゃないかなと思うんですよね。なんで現地人から、いや、あんたら溶け込む気ゼロやんって言われてももう致し方ないと思うんです。でも、現地社会に溶け込む必要があるのかって言われると、法律上別に違法じゃないと思うんですよね。なんでそこはそこでちょっとややこしいんですけど。なので、溶け込むっていう定義をはっきりする必要があるなと思ってて、例えば、その日本人をはじめ、ロンドンでいろいろな国のコミュニティがありますと。で、たまに集うだけだったら全然問題ないと思うんですけど、しょっちゅう集まって街も作って、その自国民同士でしかつるまないような暮らし方をしちゃうと、いや、あんたら溶け込む気あるのかねって言われても仕方ない気はします。それに加え英語も話せない、そして生活補助をもらっているとなると、もう事情はあるにせよ現地人から文句が来てももう致し方ないと思います。そして溶け込むという点についてもう一個言及すると、生活におけるマナーのお話もあると思うんです。例えば、週末は家の工事をする場合、うるさくなるような作業はしないだったり、ゴミ出しのルールはきちんと守る。いろいろあると思うんですけれども、これはぶっちゃけ移民がどうのこうのというよりかは、イギリスに住んでいる人がやっぱ守らなきゃいけないマナーというかルールはあると思います。で、そんな中、その夜中に花火バンバン打ち上げてたり、そのゴミ出しのルールを守らなかったりすると、やっぱりね、それが移民ってなった瞬間に、一気にそのメディアもそうですけど、ソーシャルメディアとかで、その人たちの迷惑行為っていうのが、必要以上に取り上げて、拡散している可能性も否めないと思うんですよね。で、ゴミ問題について少しだけ言及すると、やっぱ、今深刻に言われているのがバーミンガムっていうようなところで、ちょっと僕は状況、ニュースとかでしか見てないので、あんまり把握できてないんですけれども、イギリスに戻ってからですね、機会があればこちらもぜひ実際に行って、状況を把握したいなというふうに思っております。で、最近このムスリムの方々へのヘイトというのが結構見かけられるなというふうに思っていて、YouTube はじめね、SNS とかで、これが今のイギリスっていう風な、キャッチーなタイトルで、イスラム系の多いエリアだけを撮影してアップしているコンテンツがあるんですよね。で、私自身その言論の自由っていうのは結構尊敬しているので、そういった動画を上げることは問題ないと思うんですけれども、そういった動画が上がることによって、なおさらイスラム系へのヘイトっていうのを煽っているようにも感じるので、何よりもそのロンドンのイスラム系住民が多いエリアだけにフォーカスして、これがイギリスの現状っていうのはちょっと違うなと思うんです。もちろんロンドンだったりバーミンガム、レスターっていうのは、移民が多いっていうので、僕は理解してるんですけれども、大体都市部ってそんなもんじゃないかなと思います。東京を含め大阪に住んでいる外国人が、多いのと、同じような気はします。もちろんその東京だったり大阪の、現地人、日本人の人っていうのは割合としては、多いんですけれども、そういった気はします。で、昔、その経済が悪いと、その国民のストレスの吐き口がなくなってって、いろんな行動を起こし始めて、標的を見つけては、そこに対して集中放火するみたいなことを言った人がいたんですけれども、この人の意見って、まさに、今の状態なんかなっていうふうに思っていて、その、イギリス国民の怒りというのが、移民だったり難民への差別につながっているのでは
で、ちょっとこの移民の労働のところに、戻るんですけれども、多くの移民が労働者としてイギリスに来ていますと。しかもサービス業とかではなくて、ある意味基幹産業に従事している方も多くいる中で、その我々みたいな移民っていうのがいなくなると、逆にイギリス国民は困るんじゃないかなと思うんです。当然我々がいなくなったことにより、プラスも何かしらあるんじゃないかなと思うんですけれども、正直マイナスの方が上なんじゃないかなっていうふうに僕は、推測してます。で、確か10年ぐらい前なんですけれども、なんかのテレビ番組でスペインの移民問題、っていうのを、フォーカスした番組があって、そこで、現地人に、その移民についてどう思いますかみたいな質問をしてた、一部始終っていうのがあって、その中で、そのモロッコ人の移民に対しての不満をめちゃめちゃ言ってた人がいたんですよね。で、その人の言い分としては、彼らのせいで仕事が見つからない、困窮してるっていうような内容なんですけれども、その次の映像でですね、なんか専門家かなんか偉い人が出てきて、モロッコ人の多くは過酷な労働環境で働いていて、低賃金で地元民がやりたくない仕事をしているっていうふうに発言されてたんですよね。で、確かこの時、モロッコ人の労働者へのそのインタビューっていうのもあって、蓋を開けてみたら、その駅のトイレの掃除とかをしてる人だったんですよね。なので言い換えると、仕事はあるんやけど、自分的にやってもいいっていう仕事がないっていう理解だと思うんですよね。で、その現地人の気持ちもわからなくもないんですけれども、その不満を移民に押し付けるのはやっぱちょっと強引なんちゃうかなって思うんです。で、これってスペインだけで起こってる問題だとは思わないし、イギリスでも現に起こってる問題だと思います。ウィンドラッシュ世代の移民とかがまさにそうで、当時移住してきた多くの移民っていうのは地元民が手をつけたがらない過酷な労働環境で仕事をしていたわけですから。そしてイギリスにある中立、どちらかというと左寄りのメディアが出したコンテンツでは、その仕事を移民のせいにしている方々へのインタビューをした動画を見たんですよね。で、その中で、移民が俺の仕事を奪っているとかって言ってる人がいて、なんですけど、本人は低学歴でそもそも条件がマッチしていなかったり、その犯罪歴があって、断られて、仕事が見つからないっていう人もいたんですよね。なので、そもそもお門違いな気もするんですけれども、より優秀な人、また犯罪歴がない人を同じコストで雇えるんだったら、移民かどうかは別として、私が現場の責任者だったら、多分そっちを選びます。そして私の知人の友達で、イギリス人のシングルマザーで生活保助を受けている方がいるんですけれども、その人は今仕事してなくて、生活受給をもらっている状態で現場に戻らない、決断をされてるんですよね。で、その理由としては単純に生活補助の方がコスパがいいって言うんですよね。で、子供がいるから仕事に行っちゃうと子供の面倒見れないし、何もしないでお金もらえるんだったらそっちの方がいいよねって言い張るんです。それはそうなりますよね。別に生活補助がどうのこうのっていう動画ではないので、そこのお話はちょっと割愛するんですけれども、このシングルマザーの選択、倫理的にいいかどうかは別として共感はできます。で、この方のように生粋のイギリス人で生活補助をもらっている人たちのお金の一部って、移民から徴収した税金が入ってるわけだから、仮にその人たちが移民出ていけって言った時に、自分の生活補助もある意味減るっていう代償を払えるのっていうのはちょっと気になりました。で、今現在、いろいろな意見っていうのは飛び交ってるんですけれども、一移民が受給するその生活保護の額っていうのは支払っている税金よりも低いっていうお話があるんですよね。なので、これが本当だとすれば、移民はそれなりにイギリス社会に対して貢献はしていると思うんです。そして日本でもね、その外国人労働者の話ってたびたび問題になりますよね。で、結構その彼らへのヘイトっていうのも、見かけられる中で、僕先日引っ越し業者の現場の方から面白い話を聞いたんですよね。で、その方が勤めている会社では、そのベトナム人のスタッフが結構いるって言ってて、その過酷な肉体労働でも仕事はしてくれるし、賃金は日本人の3分の2程度で雇えるっていうようなお話だったんですよね。これどこまで本当なのか知らないんですけれども、そもそも正規の給料で日本人が来てくれない。だから外国人を、雇い始めたらしいんですけど、仕事をしてくれる。そして安上がりって考えると、雇用主がその人たちを優先的に採用するのも無理はないなと、話を聞いてて思いました。けどやっぱりね、その物事表裏っていうのもあっ
ってベトナム人に限らず外国人全般に言えることだと思うんですけれども、日本人の勤勉さだったり丁寧さだったり、礼儀作法っていうのはやっぱ問題になっていて、そこの教育をするっていうのも一つの課題というふうにその方はおっしゃっていました。なので自国民がやりたがらない労働力が必要ってなった時に、政府が外国人を受け入れる動きをしても致し方ない気はするんですよね。だってそこの穴埋めをしないといずれ問題が起きてしまいますから。で、これまでの流れだと、その移民の印象というか、移民の話ってポジティブな話が多かったんじゃないかなと思うんですけれども、今やっぱりそのね、悪い移民だったり、悪い難民っていうのもいるんですよね。当たり前ですけど。ただ、なんとなくマスコミのその移民、難民に対しての報道をするときって、やっぱ悪いところばかりにフォーカスして報道しているような気はするんですね。視聴回数が増えるからだと思うんですけれども。だって、イギリスに住んでて移民の貢献話より悪沙汰のお話の方が断然聞こえてきますからね。貢献をしてなんぼっていうところもあるので、それはそれでしょうがない部分もあると思うんですけれども。で、別にマスコミだったりインフルエンサーの人が虚偽の情報を流してるって言ってるつもりは全くないです。現にマネロンだったり窃盗、いろいろな犯罪を起こしてるっていうような、移民もいるのも事実です。でも移民が犯す犯罪は現地人より多いのか割合で見たときにっていうところに、フォーカスするべきかなと思うんですよね。というのもやっぱりさっきも言ったように、その税金を払っている移民と仮定したときに、それは移民と捉えるべきではなくて市民と捉えるべきだと思うんですよね。なので市民が犯罪を起こしているっていう考え方の方が僕は正しいと思います。で、あいにくその移民が起こした犯罪の件数 VS 現地人が起こした犯罪の件数の比較って出なかったんですけれども、やっぱり移民が犯罪を起こすとすぐにニュースになりやすいなという感じはあります。なので、例えばサラリーマンの移民がいるとします。ある日酔っ払って勢いで、そのお店にいた従業員だったりお客さんに暴力を振るったとします。そうすると、すぐに移民がどうのこうのって話になるんですよね。でも、対照的にそのイギリス人で生活補助金をじゃんじゃんもらっているニートの人がいて、その人も酔った勢いでお店にいた従業員やお客さんに暴力を加えたとしても、あまり話題性ってないと思うんですよね。で、ましてやこれが不法移民だったら、もうすごい拡散するんじゃないかなというふうに、僕の偏見ではあります。ただ、現にその不法移民の中でもやっぱり犯罪を起こしている人とかもありますので、それはないよって言ってるつもりはないです。で、特に見かけるのは、セクハラ関連の被害だったり、ドラッグの話っていうのはよく移民と結びついている印象はあります。そして移民でよく言われるこのネガティブなニュースっていうのがもう一点あるんですけれども、それは、NHS、いわゆるその医療機関への負担です。以前ブレグジット支持者の動画でもお話になったんですけれども、その移民が NHS に押し寄せているから自国民が医療を受けられませんよっていうような、言い分なんですけど、24年のデータではですね、NHS で働いている医者の 36%、そしてナースの 30% が非イギリス国民なんですよね。なので、このデータが正しければのお話なんですけれども、これって相当な数だと思うんですよね。なので、彼らを含む移民が、全体が明日いなくなったとしたら、よりその医療って逼迫するんじゃないかなというふうに思うんです。そして、これも私の知人のお話になるんですけれども、その方は、イギリス生まれ、イギリス育ちのインド系の方で、当たり前ですけど、名前がちょっとインドっぽい名前なんですよね。で、こっちの履歴書って基本顔は載せないスタイルなので、その名前を見たときにある程度どの人種かっていうのはわかるようになってます。で、その方がですね、直近仕事を探していたときに、そのほとんど、書類審査で落ちていたらしいんですよね。で、その方は少し被害妄想入っちゃってて、これはもう白人の名前じゃないから、書類審査で落ちてるんだって一点張りだったらしくてですね、どうしても行きたい就職先っていうのがあったそうで、その会社にですね、もう一回応募したらしいんですよね。で、今度はですね、その職歴とか学歴は変えずに名前のところだけ白人っぽい名前に出したらですね、見事に書類審査通って、面接が決まったらしいんですよね。なのでその人は移民じゃなくても人種に対しての差別っていうのはやっぱり依然起こっちゃってるんじゃないかなと思います。ちなみにですね、その方は書類審査が通ったことにより、より激怒して、面接は、スキップしたみたいです。
で、これまでその移民がどうのこうのって話してきたんですけど、その移民に対しての差別だったりヘイトっていうのはあったとしても、それって移民、人種に対して怒りを発散しても、僕はちょっと違うんじゃないかなと思うんですよね。だって不法な移民、難民を除きですよ、その正当な手段でイギリスに来ている移民っていうのは、国が彼らの存在を認めているわけで、その最終的に彼らが国内に留まるべきかそうでないべきかっていうのは政府が決めるお話だと思います。極端な例を挙げると、そのイギリス国籍を取得するのって、イギリスに6年住んでればいいんですよね。ちょっと詳しい所得に関する条件はご紹介いたしませんが、国籍が取れた瞬間、イギリス人が現在享受している生活保護が受けられるわけですから、移民に制限をかけたいのであれば、取得条件っていうのをもっと厳しくしてもいいと思うんです。確かね、フランスで国籍を取りたいのであれば、なんかいろんな条件があって、最近厳しくなったっていうニュースをね、ちらっと見かけたんですけれども、そういうことをね、本当にしたいんであればしてもいいと思うんです。で、これも極論になるんですけれども、その特に先進国で出生率が問題になっている中で、国民が増えていかなきゃ国自体がいずれ消滅する可能性が出てくると思うんですよね。なのでスウェーデンをはじめやっぱりそのヨーロッパ全体で少子高齢化が進んでいるっていうふうに言われている中で、イタリアとかはね、移民ウェルカムとまでは言わないですけど、地方の小さな村とかではですね、外国人向けに一流ユーロで物件を販売してたりするので、やっぱり人口を増やしたい意図っていうのは伺える気はします。もちろん自国を消滅させることはおそらく誰も望んではいないわけで、自国民の出生率が低かったら外に頼るしかないっていうふうに僕は思ってます。だって自国民がその子供をどんどん産んでたらですよ、移民が増えてもその自国民が増えてってるので、移民の割合っていうのは全体で見たときに低いままでいられたわけだと思うんです。この考え方甘いのは分かりますし、全然統計的におかしいっていうのも分かるんですけど、僕の頭の中ではそう理解できちゃってます。で、現にこういうことを言うと、いやいや、経済悪いから子供なんて産める余裕ないよっていうふうに、返しを、してくる人もいるんですけれども、それはそれで賛成します。でもやっぱり最終的に矛先を向けるとしたら、やっぱり移民じゃないんですよね。政府なんですよね。その子供をたくさん産めるような政策を取り入れるべきだったり、その移民をもっとコントロールすべきだったり、どんな方針でも構いません。でもこれを最終的に決められるのって政府だと思うんですよね。なので政府がそこに対して何もしてないっていうお話なのであれば、それはある意味政府が容認しちゃってるっていう捉え方は僕はできちゃいます。で、イギリスにちょっとお話を戻すと、現在少子高齢化で、悩んでいる中ですね、政府からすると、自国民が子供を産まないのであれば、統計的に子供をより多く産む、特に、南アジアの移民に来てもらった方が、プラスなんじゃないかなというふうに僕は捉えています。だからもう人種がどうのこうのというより、そのイギリス国民がどうのこうのっていうところをおそらく彼らは見てるんじゃないかなと思います。そして最後にですね、私の友達の例をちょっとご紹介したいんですけれども、その人は、まさにそのウィンドラッシュ世代で移民がわーってイギリスに、行ってた時の、方の子供にあたる、方なんですけれども、その人は私より、何歳か上なんですけれども、親は中華系の方なんですよね。で、その人は80年代90年代育ってきている中で、やっぱりその自分は、現地人と違うっていうのをすごく意識して、育っていたらしいんですよね。なので、家の中では、中国語でその親だったり兄弟と話すっていう風にしてたらしいんですけど、家から出た瞬間、家族であれ、同じその中華系の、移民の第二世代であれ、やっぱ英語で会話してたらしいんですよね。なので、できるだけその現地人と同じ生活スタイルというかマナーというか、風習に従って生きていこうっていう風に彼は心がけていたんですけれども、結局彼からすると今、イギリスに来てる移民の人たちって全然その現地に溶け込もうとしてないっていうので、やっぱ相当おこです。なので、やっぱりそういった同じ移民というか第二世代の方の中でも、何かしらのこう意見の食い違いというか、物申したい部分もいろいろあるんじゃないかなというふうには思っています。で、ここまで、長い時間、お付き合いいただいている視聴者様、大変ありがたいんですけれども、結局お前何が言いたいんやっていうところで、僕何が言いたいのかというと、冒頭でも触れたんですけど、移民っていう話をする上で、いろいろな情報だったり見解ってあると思うんですよね。
で、どれが正しくてどれが正しくないのかって僕は言える立場にないので、少なくとも私はこういう見解を持っています。それを正しいか正しくないかとするのは、視聴いただいている皆様であって私ではないです。で、最後ちょっとまとめるとですね、僕が個人的にすごく好きなコメディアンが一人いるんですけれども、その人が一つのジョークで言ったのが、もう人種の違いで喧嘩するのはやめようぜ。だって300年後インド人と中国人しかいないんだからって言ったそうです。ということで、今回の動画はこちらで以上となります。長らくお付き合いいただきありがとうございます。次回はですね、この難民の部分、今回よりも全然軽めの動画になるんじゃないかなと僕は思ってるんですけれども、難民のところについてちょっとお話をしていきたいなと思います。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございます。